みんなどうも、ずんだもんなのだ。今日は南米の国、ベネズエラについて紹介していくのだ。実はみんな知ってたのだ。ベネズエラには世界一の雷の首都があるのだ。マラカイボコっていう場所で1年のうち260日以上もずっと稲妻がピカピカしてるらしいのだ。まさに自然のスペクタクルなのだ。今日はそんなベネズエラにまつわるニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも一番注目してほしいのが1つ目のニュースなのだ。死者57人、米軍がメキシコ沖で小型ボートを新たに爆撃というちょっと衝撃的な記事なのだ。米国が小型船を爆撃してすでに57人もの人が亡くなっているだけでなく、その裏にはベネズエラを巻き込む国際的な陰謀まで噂されているのだ。これは絶対に見逃せないのだ。一体何が起こっているのか、ずんだもん、すごく気になるのだ。ぜひチャンネル登録と高評価も忘れずによろしくなのだ。さあ、みんなで一緒に世界の裏側、ベネズエラをめぐる緊迫のニュースを見ていくのだ。皆さん、こんにちはなのだ。今回は南米北部に位置し、美しいカリブ海に面した国、ベネズエラを紹介するのだ。首都はアンデス山脈の谷間にある活気あふれるカラカスなのだよ。この国は独立の父、シモン・ボリバルによってスペインから解放された歴史を持つ共和制の国なのだ。かつては民主主義を掲げていたけれど、近年は政治的に不安定な状況が続いているのだね。人口は約2800万人。実は世界有数の原油埋蔵量を誇るまさに石油大国なのだ。その経済は石油に大きく依存しているのだよ。文化的には情熱的なラテン文化が息づいているのだ。野球は国民的スポーツで多くのプロ野球選手を輩出しているのだ。またミス・ユニバースの受賞者も多く、美女の国としても知られているのだよ。現在ベネズエラは厳しい経済危機や深刻なハイパーインフレ、政治的な混乱に直面しており、国民生活にも大きな影響が出ているのだ。豊かな資源を持つ一方で、その恩恵を国民が十分に享受できないという複雑な課題を抱えている国なのだ。魅力と困難が混在する奥深いベネズエラ、一度訪れてみたい国なのだ。一つ目のニュースなのだ。死者57人、米軍がメキシコ沖で小型ボートを新たに爆撃という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。米国がメキシコ沖で小型船を爆撃して、なんと14人もの人が亡くなったのだ。これで9月からの死者は合計57人にもなるのだ。米国は麻薬密輸船だったのだって言っているけど、確かな証拠は示していないみたいなのだ。国連の専門家さんたちはこの攻撃を超法規的殺害だと警告していて、容疑者に公正な手続きも与えられていないって心配しているのだ。一方、米国はベネズエラの近くで軍事力をどんどん増やしているのだ。空母ジェラルド、フォードや駆逐艦ブレーブリーなんかを配備して、ベネズエラは挑発だって怒っているのだ。ベネズエラ政府は米国 CIA が偽旗作戦を企てていたって発表したのだ。米国船を攻撃してその責任をベネズエラに押し付けようとしていたらしいのだ。でもその作戦に関わった傭兵グループを捕まえたって言っているのだ。トランプ大統領も CIA がベネズエラで秘密の殺害作戦を進めているのを承認したって報道があるから、状況はとても緊迫しているのだ。ベネズエラは安全のためトリニダードとのエネルギー協力も一時的に止めたのだ。平和が一番なのになんだか怖いのだ。二つ目のニュースなのだ。ベネズエラ、米空母の地域展開を受けトリニダードに偽旗作戦攻撃を警告という記事なのだ。ベネズエラは米国がカリブ海に最新鋭空母を派遣し軍事力を増強する中、トリニダード・トバゴでの偽旗作戦に強く警告しているのだ。ベネズエラのギル外相は米国がトリニダード・トバゴ駐留の自国艦船を攻撃し、
ベネズエラに責任をなすりつける可能性があると非難したのだ。これは過去の偽旗作戦と同じ手口だと指摘しているのだ。ベネズエラは CIA が資金提供する犯罪組織を解体しているとも語っているのだ。米国は麻薬対策を名目に軍事展開しているけど、アナリストや政治指導者たちはその本当の目的はベネズエラの政権転覆と豊富な天然資源の確保だと見ているのだ。国連の報告ではベネズエラが世界の麻薬取引に果たす役割はごくわずかなのだ。ベネズエラ政府は挑発には乗らないけど主権は断固として守ると表明したのだ。トリニダード・トバゴの首相には平和の側に立つよう求め、副大統領はエネルギー協力の停止も検討しているのだ。米国はすでに海上で麻薬関連とされる船舶を攻撃し、43人の民間人が犠牲になっているのだ。トランプ大統領はベネズエラ領内での攻撃や CIA による秘密作戦も示唆しているのだ。この一方的な軍事行動には国連の専門家や中南米諸国のリーダーたちも反対を表明しているのだ。ベネズエラも大規模な防衛演習を行い、国際社会に平和的な解決を呼びかけているのだ。3つ目のニュースなのだ。米国の猛爆撃作戦続く中、中南米、カリブ海の平和地帯維持を政治指導者らが訴え、という記事なのだ。ラテンアメリカとカリブ海の政治指導者たちが、米国による軍事力の増強を強く非難しているのだ。米国がベネズエラ領内への軍事介入を計画しているという差し迫った脅威に、みんな警鐘を鳴らしているのだ。この地域は2014年に、平和地帯と宣言されたのに、米国の爆撃作戦はそれに直接反しているのだ。指導者たちは、麻薬密輸の取り締まりを口実に、米国がベネズエラの政権転換を狙っていると指摘しているのだ。もし今平和を守らなければ、新たな武力介入が地域全体に広がり、想像できないほど大規模な人道危機を引き起こす可能性があるのだ。だから、ラテンアメリカとカリブ海のすべての国々は、この危機を防ぐために団結すべきだと訴えているのだ。国連の専門家やコロンビア政府も、米国の攻撃は国際法に違反していると非難し、外交的な対話を求めているのだ。キューバやコロンビアの社会運動も、ベネズエラへの連帯を示してデモを言っているのだ。みんなでこの地域の平和を守りたいのだ。ベネズエラは魅力と困難が混在する国だけど、今は米国との緊迫した状況が続いていて、地域全体の平和が本当に心配なのだ。中南米諸国が訴える平和地帯を武力ではなく対話で守るべきなのだ。多くの人が平和な暮らしを願っているのだから、みんなで協力して外交的な解決を目指してほしいのだ。ズンダモンは平和な未来を心から願っているのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。